資材調達業務において、無駄な在庫が溜まっている、いつも市況に振り回される、自分の仕事はしっかりこなしているはずなのに、周りが思った通りに動かないといったことでお悩みではないでしょうか。この動画では、在庫はなぜ増えてしまうの？市況の影響って実際どれぐらいなの？在庫が増えないようにするにはどうすればいいの？といったことについて解説していきます。在庫の説明の前に、まず製品が生産されるまでの経路について見ていきます。どんなものでも最終製品を作るには部品が必要です。例えば、車の場合、車を組み立てるにはエンジンが必要であり、エンジンを組み立てるにはその部品が必要であり、エンジン部品を作るにはそのまた部品が必要です。それぞれの部品は異なる会社が作っていたりします。それぞれの会社間で注文情報と品物のやり取りを行い、最終的に完成品が作られます。図のように製品が生産されるまでには多くの関係者がいます。会社間で具体的にどのようなやり取りが発生しているのか、またその過程でなぜ無駄な在庫が発生するのかについて具体的なシミュレーションで解説していきます。シミュレーションでは単純化のために2車間に絞って考えていきます。後の解説を見ていただければわかるのですが、これだけでも十分複雑です。では早速シミュレーションに移ります。今、最終顧客とサプライヤーの2社において、毎週安定した流れがあったとします。具体的には、市場からの注文は毎週100個で、最終顧客はサプライヤーに対して毎週100個の注文を出しています。一方、サプライヤーの会社内では、資材担当者は社内の工場に対し、毎週100個の生産指示を出しています。なお、在庫については、最終顧客もサプライヤーもどちらも200個ずつ持っているとしましょう。この図においては、上の段は注文や生産指示といった情報の流れを、下の段では生産したものが倉庫に保管されたり最終顧客に納品されたりといったものの流れを表しています。なお、ここでは便宜上、情報とものの流れがともに1週間で1コマずつ進んでいくとします。具体的に一つずつ見ていきましょう。まず、最終顧客のもとに配送中だった製品が届きます。すると、在庫は200個だったのが、プラス100個になって300個になります。一方、市場からの注文が100個だった場合、出荷は100個行い、在庫は300個から200個に100個減ります。で、次に、この顧客はサプライに対して注文書100個を出します。翌週にはまだ注文情報はサプライヤーに届いておらず、待ち時間になっているとします。はい、そのまた翌週の第3週になりました。この時、サプライヤー側では工場で生産中だった100個が納品されて、在庫数が200個から300個に増えました。一方、最終顧客からの注文100個がありましたので、100個納品し、在庫はまた300個から200個に減少しました。一方、工場の方には生産指示として100個を出します。第4週になりました。もともと第1週に最終顧客から出された注文書に基づき出荷された製品はまだ配送中です。一方、第3週に出された生産指示は工場に届き、生産が開始されます。さて、第5週です。第1週に出された注文の製品が最終顧客に届きました。一方、それに伴い第3週に出された生産指示に基づく製品はまだ生産中となります。第5週に第1週で出された注文が納品されたということを覚えておいてください。第6週となります。製品はまだ生産中です。
第7週です。この週に生産は終了し、サプライヤーの倉庫に製品は保管されました。このように第3週に出された生産指示は第7週に、倉庫の方に保管されたということを覚えておいてください。今までの流れをまとめると、第1週に注文した製品は第5週に顧客まで納品される一方、それに基づき第3週に出された生産指示に基づく製品は第7週に倉庫に保管されます。このように注文と納品及び生産指示、保管には大きなタイムラグがあることを覚えておいてください。次の動画では市場からの注文が急に増えたり減ったりした際にこの流れがどう変化するのか、その結果なぜ過剰在庫が発生してしまうのかについて見ていきます。